データによると、この冒頭のグダグダで約 25% の人が離脱しているようですけど。知っています。統計情報を見てしまったんですね。それでも続けます？これ。どうしようね。いきなり内容と全く関係ない展開ですもんね。ある意味長いオープニングほどの価値もないと思います。こうしてダラダラ続くし。明らかに一般視聴者の期待には応えてないですね。じゃあ前向きに改善を検討してください。これじゃあ登録者が増えないじゃないですか。チャンネル登録者の同情を買うっていうのはなしで。中国のコロナウイルス検査キットに対する不満の声が毎日のように続いています。ブルームバーグによると、スロバキアのマトビッチ首相は政府が最近中国から購入した検査キット120万個が不正確なだけでなく、初期段階の場合は検出ができないとし、我々が山ほど持っているこれらは使い物にならない。ただドナウ川にそのまま捨てられるべきだ、としています。検査キットは1500万ユーロ、約17億円で地元の仲介業者を通じて購入されました。中国外交部はスロバキアが検査キットを誤って使用したとし、検査キットが正常に動作していないことをもって政治問題化してはいけないと釘を刺しました。中国が政治問題化と指摘したのは、スロバキア政権は先月の選挙で首相が交代し、前政権が発注した中国の検査キットを不良と主張することで前政権を批判してはならないということです。米国トランプ大統領はこの世界的危機に対して中国が指導的立場を取ることには危険性があると指摘し、中国の欧州への大量の援助に対して警鐘を鳴らしています。また以前お伝えしたように、EU 自身も中国のいわゆるマスク外交に対し、EU 分裂を目論む策略だとして警戒感をにじませています。チェコ共和国の医療当局と政府関係者は、国が購入した30万個の検査キットは、患者が感染してから5日以上経過していた場合にのみ機能するとし、3分の1は欠陥品だとしています。しかし極度の親中派であるチェコのゼマン大統領はこの問題についての言及を避けています。彼はただ、物資の供給に協力してくれた唯一の国である中華人民共和国に感謝したいとだけ述べ、EU からの援助についても口を閉ざしています。トルコでは3月上旬に中国から数千個の検査キットを購入しましたが、35% 未満の精度だったとして即座に使用を中止したと報じられています。その後に別の業者から調達された検査キットは 90% 程度の精度だったと明らかにしています。中国は規制強化を強め、品質基準に満たない製品を取り締まるとしています。一方でロシアも EU からの支援が不十分なイタリアに対し防護マスクや人工呼吸器、検査キットや医師を送りました。しかしイタリアの地元紙は政府の情報筋の話を紹介し、5分の4の物資が国にとって役に立たないと話していたと報じています。国際診断センターは、独立して検証されたテストが行われるまで、各国政府は数百万単位の検査キット購入を急いではいけない、と警告しています。編集所管。中国の一部検査キットに問題があるのは間違いないようですが、それぞれがどのような特性を持ったものかをまずは知る必要があるようです。感染初期では検出できないものについては、前向きに捉えればそういう仕様のものとも言えるでしょう。いえ、別に擁護するつもりではありません。高精度で検出率 98% と言われている韓国のキットでも検出できない事例はいくつも出てきています。韓国ではすでに数名以上がウイルスの再活性化を起こしています。つまりは隔離解除に関わる検査の際に、残存ウイルスを検出することができず、感知していない感染者を市中に出してしまったということです。完全な検査キットを作ることは極めて難しいということではありますが、今回のコロナウイルスの強力な感染力を考慮すると、98% でも十分ではないということになります。ましてそれより低いものは、結果は判断の指標の一つで、絶対視してはならないということになるのでしょう。トルコが購入した検査キットは最終的に精度が 90% 程度だと報じられていますが、この状況を見れば 90% では十分でないというのが想像できるかと思います。10人に1人検出に失敗すれば、感染の拡大は続き、ウイルスとの戦いはさらに長期化すると思われます。日本では15分で検査が完了するという中国製のキットの使用が開始されると報じられていましたが、その精度は 95% ほどとされています。
ウイルスの感染力から考えれば実用性をギリギリ満たしているという水準と言えるかもしれませんが、積極検査でこれまで一般社会に紛れ込んでいた感染者を見つけ出し、行動を制限することで感染拡大の歯止めになることを期待します。もしくは空港検疫で使用するのも一つの方法だと思います。入国者が結果が出るまで空港で長い間待たされることがなくなるからです。さておいて、中国の続報に続き、ロシアも役に立たないゴミを送っていたとのことですが、本当に援助の裏でよこしまな考えを持つ国々は迷惑なばかりです。最後に、チェコについて改めて触れましたが、チェコの首都、プラハのズデネクフリブ市長は、中国からの支援を人道的なギフトや援助ではない、中国から見ればビジネスだ、として拒否しているそうです。学生時代に交換留学生として台湾で医学を学んだ彼は、中国の少数民族の扱いを批判しています。プラハは北京と姉妹都市ですが、姉妹都市条項にある一つの中国条項を批判し、1959年のチベット放棄を記念し3月10日には市庁舎にチベット国旗を掲げたり、台湾の交換を招いて友好的な関係を維持したりと中国に真っ向から反発している気骨のある人物だそうです。内容とは直接関係はありませんが、ひょんなことで記事を見つけたので紹介させていただきました。皆さんの記憶に少しでも留めておきたいという思いで。この話題飽きました。私も書いていてそう思ったところ、もう話すネタもないんじゃないですか？そうですね。もういかに中国が清廉潔白なふりをして経済的支配を目論んでいるかは十分に伝わりましたからね。そうですね。あれ、伝わってなかった？伝わってなかったかもしれません。でも、中国が良くないことをしているというのはわかります。それは語弊があるな。表向きは良いことをしているけれども、稚拙だったり背後に色々な思惑があったりしているんですよ。とはいえ世の中そういうものですけどね。ええ、それはわかります。綺麗なだけじゃ生きていけませんから。どの国も腹黒いというか、そういう裏の考えって色々あると思うんですが、なぜ中国だけがこうして叩かれるんですか？純粋にお金を儲けるだけならそれほど文句は言われませんよ。みんながやっていることですから。ただ、裏側にあるどす黒い隠しきれない野望が嫌悪につながっているんです。中国は本当にヨーロッパを支配したいんですか？ちょっと、そこまで強烈な言葉を使うかな。まあでも本心はそうかもしれない。EU が CU になったりしますかね？EU が CU にはならないけど、結局中国が目指しているのはそんな感じ。ただちょっと違うんでしょうけどね。米国のモデルに似てるようで似ていないですからね。まあ米国もかなりアコギな方法で世界各国を支配していると言えるわけですけど。なんか怖いです。そのアメリカ批判。米国は言論の自由があるから大丈夫ですよ。そうですか？でも私はアメリカがそんなに悪い感じがしませんけど。そこが中国との違いですかね。中国よりも狡猾だから。でもアジアやアフリカ諸国にとってはそういった感じで中国様々だったりするんですよ。やはり大国は怖いですね。私は長生きしたいので大きな国の批判はやめておきます。そう言いつついつも恐ろしい発言しているけどね。検査キットの話とかしなかったですね。同じになるから。それについては他の動画見てもらえばいいんじゃない？そっか。プラハの市長の話は良かったです。このチャンネルがまともだと感じさせてくれました。そういう言い方する？これでもまともを自負してやってるんだけど。時々ただのお笑いチャンネルのような気がするので、そして私も時々お笑い芸人じゃないかと錯覚します。それ言い過ぎだし、とっさに作ったか用意してたでしょ。そして、登録者の増やし方って知っています？興味深い動画をたくさん作ればいいんじゃないですか？そうなんですが、現実的かつもっと具体的に言いましょう。簡単な方法は中国と韓国、日本の野党を過激に叩きまくって、安倍政権を称賛する動画を量産し、タイトルで煽りまくることです。じゃあそうしてください。視聴者の要求に応えることは大事です。主張も一辺倒で、編集所感もどこにでもあるような偏った内容になって、いわゆる手抜き動画の量産見たくなりますけど。まずは増やすことが重要じゃないんですか？こういう系の動画って見たことあります？一度いくつか見ましたけど、内容がよくわからないので途中でやめました。なんか気持ち悪いキャラクターが動いてたし。
あんなのを作れば登録者も再生回数もとてつもなく増やせますよ。多いでしょ。そういう動画の再生数。でもやらないんでしょ？お金のことを考えればやるべきなんでしょうけど、やりませんね。私はあくまで良い動画作品を作りたいので、お金のためだけに一部の視聴者を扇動して金儲けの対象として愚弄するような内容のゴミ動画の量産はしません。簡単に言うとビジネスが下手なタイプですね。そうとも言います。というか一般視聴者にとっては冒頭も含め、こうしたグダグダが不要だと感じているようですけど。残念ながら何も言い返せない。だったらもっと積極的にビジネスとして取り組んで、ちゃんと稼いで私にもっと貢いでください。よそを批判している場合ではないです。わかりましたけど、ちょっとは言葉を選んでよ。